皆さん、こんにちは。ただいま戻りました。本日2回目の配信再開したいと思います。音声チェックしますので、ちょっとだけお待ちください。出るかな？あ、大丈夫ですね。ゲームオンも大丈夫。OK。それでは、ちょっとメインストーリー、目的地行く前に、クエストやりたいと思います。なぜならね、やっぱりね、クエストをやった方が、これさ、ここにもさ、なんかびっくりマークついてるんだけど、これもなんかクエストあったんだね、ここね。オレーベルダウンズ。ちょっと一旦こっち行こう。さっきのさ、カブの、ガブじゃなくて、手紙落としちゃったって言ったし。早く彼を見つけなくては。そのブローチ、君がクライブだな。腕の立つベアラー兵だとマーサから聞いてるよ。ありがとう。の支度をしているのか。本当にシドの仲間たちは話が人探しに向かうところだ。救い出したいやつがいるんでね。救い出すとは穏やかじゃないな。何かあったのか。いや、ただベアラーだったってだけさ。役人に突き出される前に何とか見つけ出したいところなんだが。そのベアラーそれはどこへ？早く見つけ出してあげたい身のね。危険を感じたんだろう。わずかな荷物を持ってここから逃げたよ。だが時期に追ってもかかる。その前に見つけて保護しなければ。クライブ、君さえ良ければ捜索に力を貸してもらえないだろうか。分かったよ。ああ、俺も探してみよう。協力に感謝するよ。探してほしいのはノリスという男だ。ノリスさん。見つけ次第安全な場所で保護する。おい傭兵、捜索は進んでるのか？誰？あいつは俺を騙してたんだ。早く捕まえろ。ベアラーのくせに人のふりなんかしやがって。奴を役人に突き出してやる。これ以上もたもたしようってんならただじゃおかねえぞ。落ち着いてくれロナルド。これから彼と一緒に捜索に出るところなんだ。このベアラーと？ベアラーになんて任せておけるか。俺が探しに行く。ベアラーのこと外は危険だ。俺たちに任せておいてくれ。ない人ですね。ベアラーと手を組むてめえなんざ頼りになるかよ。クライブ、このままでは面倒なことになる。ロナルドは僕に任せて先に捜索を始めてくれ。めっちゃロナルド本人の前で言ってるじゃん。向かったようだ。奴を見かけた人がいるかもしれない。どうか一応やるか。頼んだよ。一応やるか。めっちゃロナルドそれでまた憤っちゃうじゃん。なんね俺がわけ分かってねって言うのかってんだみたいな。ちょっと私も何言ってるか分かんないですけど。ロナルドという男騙されたと言っていたが、ちょっとミッションいっぱいになっちゃったね。ミッションとミッション1個クリアしに行ってから本編進めようと思ったらミッション増えちゃったよ。また増えるよこれで。あんたマーさんとこのベアラーだよね。一つ急ぎで頼みがあるんだよ。めっちゃミッションあるじゃん。手を滑らせてみんなめっちゃ頼ってくれるじゃん、クライブのこと。それも運悪く崖下の湿地帯まで転がっちまって、クリスタルで魔法を使わなきゃ売り物の魚も冷やせなくて商売上がったりで。金ならいくらでも払う。俺のクリスタルを拾ってきてくれないか。いや断れないでしょ。仕方ない、言ってやろう。いやでもクライブこのペースで引き受けてたら。あと落としたクリスタルなんだが、待ち合わせ場所に送れるよ。魔物が食っちまったかもしれない。なんだって？この辺りの湿地帯に作ってるボグクラブってやつがクリスタルに群がってきたのが見えてな。なら魔物を倒せってことかよ。頼もしいな、任せたぜ。崖下の湿地帯にはそこのはしごを降りれば行けるからな。まあすぐクリアできそうなミッションですなこれは。
わかったよ。もうそんな顔で見るなよ。やってやるよ。これまずじゃあちょっとお魚屋さんから助けよう。こんちゃす、こんちゃす。お帰りなさい皆さん。本日2本目頑張ってください。ありがとうございます。皆さんも楽しんでいってね。楽しんでってくださいね。最後までお付き合いよろしくお願いします。こんにちは。かなちゃん、髪の分けが逆になった？そんなことないですよ。そんなことないです。ずっとね、生まれた時からこっちです。もうね、生まれた時からこっち分けなんで、こっちにこう癖がついちゃってね。あ、いたよ。ボグクラブ。はいはいはい、こいつか。こいつらか。片っ端から倒すしかないな。オッケー。私めっちゃ富士みたいなんですよ。富士みたい。藤原紀香さんみたいな、こうおでこがお猿さんみたいなね感じになってて、すごいそれがね、小学生の頃とか小中学生ぐらいの時は嫌で、髪下ろしたりしてたんですけどもね、今はねこう分けております。セーラームーンみたいになっちゃうのね。セーラームーン、月のうさぎちゃんみたいなセーラームーンの。待って、ちょっと待って、どこに落としたって？私今取ったの？ちょっと待って、魚屋のクラークにクリスタルを渡す。私今無事このカニさんでよかったの？倒したの。ちょっととりあえず戻ってみるか。片っ端から魔物倒すって言った割にはなんか2、3匹ぐらいしかいなかった気がするけど、じゃあ美人ですね。美人。富士ビタエはでも着物がね似合うっていう風に、富士ビタエの人は着物が似合うっていう風に言われてるみたいなんですが、着物は成人式の時ぐらいしか着てないですね。着物が似合う女性にっていいですよね。どうだ、俺のクリスタルは見つかったか？ああ、これだろ。ゲットしてたわ。汚れたクリスタル。汚れたクリスタル。よかったね。汚れてるが無傷。はい、渡そうぜ。これで商売頑張ってくれよ。な。で、美味しい魚いっぱい売って、ベアラーたちにもね、ここに住んでるベアラーの人たちにも、みんな同じように、魚、分けてやってくれ。新鮮な魚を。魚がダメになるかとヒヤヒヤしたぜ。間に合ってよかったよ。よかった。次からは気をつけるんだな。ああ、そうするとも。おちょこちょいだな、大事なクリスタル。クリスタルは生活に使う以前に大事な商売道具で。で、魔物に食べられちゃうんだってね。それなのにザンブレックの賊領になってクリスタルの配給も少なくなって、ちょこちょいで昔のように簡単には手に入らないからね。二度と落とさないようにするよ。はい、ありがとう。おちょこちょいさんのミッションクリアしました。私もね、なんかマルチタスクがすごく苦手なので、ちょっとこっち行って、あそこにもなんかミッションっぽいのが、マークが、目的地周辺。あ、この人の話も聞いてみよう。この辺りでノリスを見なかったか？奴なら湿地の方に走っていくのを見たぜ。ああ、逃げたベアラーさんこんですね。な時間にランタンなんか持って妙に焦ってたが。湿地の方に。ありがとう。探してみる。こっちかな。ノリスを探す。カメラか。ラスアスの時髪が目の中に入りそうなのが気になってましたあ、確かにね、あの時ね、髪長くて、あ、前髪もあったかもしれない。ラスアスの時
そうかもしれない。確かにタイアンさんがおっしゃる通り、ノリスが向かったのはこの辺り。カメラ手がかりを設探す。定で YouTube のこの配信する時の設定で、ノリスどこにいんの？目的地周辺だけど、カメラのね向きをこう逆にしたり、逆って鏡みたいに、なんかあった。なんだこれ、ランタンじゃん。大丈夫ノリス。ランタンが確かノリスも持っていたという話だったな。奴のものだとしたら向かったのはこの先か。小屋怪しいね。かつて友だったものっていうミッションに変わってる？誰かに会いに行ったのかな、ノリス。ノリスがこれを。いたよ。の前にちょっと待って、宝箱がある。丈夫な皮ゲット。うなだれる男。あんたがノリスか？誰だ？思ったより若かった。ノリス。頬にベアラーの刻印がないとは。だからあの男は騙されたと。あの男、まさかロナルドに言われて俺を捕まえに来たのか？親友だったのに、あいつよくも。俺は奴隷になんかなりたくないんだ。お前もベアラーなら知ってるだろう。ベアラーがどんなひどい目に遭うのか。誤解するな。俺はマーサの仲間に頼まれてきたんだ。あんたを保護するためにな。俺を保護だって？マーサは密かにベアラーたちを保護している。俺も世話になった。彼女は信じていい。マーサがそんなことを。確かにあの人なら何とかしてくれそうだが。迎えを呼びに行ってくる。それまでここに隠れていてくれ。分かった。ありがとう。すまなかったな。あんたをまるで悪者みたいに。あれベアラーじゃなかったんだ、ノリスはね。いいんだ、気にするな。そういえばここに来る途中でランタンを拾った。これはあんたのものか？ああ、魔物と戦った時に落としてたのか。昔ロナルドがくれたものさ。もう俺には必要ない。好きにしてくれ。なら俺が使わせてもらおう。あの男からあんたを守るためにな。刻印のないベアラー、ここまで隠し通してきたのに、親友に売られそうになる。そういうことか。なるほど、分かった。今めっちゃハテナってなってたんだけど、あったね、そういえば前にヒポクラテスさんのシドのお家にいるヒポクラテスさんのところで、説明がねあったね、読んだんだけど、ごく稀にその赤ん坊の時にこうベアラーかどうかの検査を受けるわけですよ。でそこでもう赤ん坊の時点でベアラーに認定されちゃうわけなんだけど、それを稀にこうその認定をなんかこう受けずになのか逃れてなのかわかんないけど、ベアラーとバレずにここまで来た人がここまでじゃないの、バレずにいる人も稀にいるっていうのをヒポクラテスさんが言ってたね。あの人はベアラーだったんだけど、バレずに刻印されずに生きてたけど、親友にバレて売られちゃったってことだね。ちょっとどうしよう。ここすんごい広いんだね。スリーリーズ湿地。ちょっとじゃあマップから移動したいので、広すぎるので一回戻ろう。一回あそこに戻るためにはどう行けばいいんだ？ちょっと待って。ちょっとぐるぐるしちゃってごめんなさいね。あそこに戻りたい。
戻るためには後ろの方向に、こっちから行ける？ぐるっと回って、ちょっと待って。こうか。こうだね。プレイしたのに忘れたけど、どういう基準でベアラーとそうじゃない人って判断されるん？あ、そう、そう、赤ちゃんがね、そう、赤ちゃんの時に、検査をね、受けるみたいですね。ああ、クライブ。どうだい、ノリスは。おい、ベアラー、あいつを見つけたんだろうな。お前親友だったんだろ。魔物が食い漁ってる死体のそばにこれが落ちていた。そういうことか。そうやって助けるわけね、嘘ついて。これは俺がノリスにやったランタンだ。あの死体がノリスなら残骸だけでもここへ運ぶか。そんなもんいらねえよ。死んだってんならせいせいする。大体役人たちのベアラー管理がずさんだからこんなことが起こるんだ。もっと厳しく取り締まって刻印の入れ忘れなんかなくしてもらわねえと。くそ、ベアラーとつるんでたなんて一生の汚点だぜ。まあ普通の人はそう考えるんだろうね、指導派じゃない人たちはね。さっきの話は本当か？まさかノリスは本当に？安心しろ、もちろん無事だ。スリーリーズ湿地にある小屋に行け。あんたたちが来るまで待たせてある。よかった。ああ、すぐに迎えに行くよ。ありがとう、クライブ。助けてやってくれ。少ないが報酬だ。もらってくれ。しっかり保護してくれよ。こうやってクライブはどんどん仲間たちからの信頼を獲得していけておりますね。OK、じゃあもう進めたいよ。もう進めたいよ。もう本編進めたいと思うので、これちょっと待ってね。こっからノースリーチへ向かえばいいんだよね。これはどっから行けばいいっけ？ベアラーって魔法を使って生活支えてくれるんだから、なんて言うんだろう、むしろ称えられなきゃですよね。だから多分恐れられてたんだよね。ワールドマップに移動したいんだけど、ワールドマップって、こっから行けるんだっけ？ちょっと待ってね。ワールドマップ、はい。ワールドマップ行って、ここに行きたいと思います。ロストウィング。メインストーリー進めていきたいと思います。シドたちとはノースリーチで合流だったな。関所を越えるためにも協力者に会わねば。協力者のところにまずは向かいますと。協力者。もうじきブドウの収穫だ。忙しくなるよ。ここでいいのかな？裏のみんなで力を合わせなくちゃ。待ってね。ここでいいのか？協力者ここでいいのかな？ちょっと赤い印の方に行きたいと思います。ここから行ける？合ってんの？このままじゃマスターに怒られちまう。ちょっとでもここにもなんか誰かいるから、ちょっとミッションだけ集中しとこう。誰だあんた？なんか目的とは違うところにたどり着いて、サブクエストそのブローチは受注中です。脅かすなよ。どこの傭兵かと思ったぜ。まあちょうどよかった。聞いてくれよ。大事なブドウ畑にまたあそこか。ブドウ畑。普段から出る場所なのか？いや、あんなに魔物が出ることはめったにない。
ただ今年のブドウは特に香りが強くてな。おそらくそいつを嗅ぎつけたんだろう。そろそろワインの仕込みを始める時期なのに、奴らのせいで収穫もできねえ。このままじゃマスターに何を言われるか。結構大きなブドウ畑だし、見た感じなかなか腕が立ちそうだ。ワインの樽もたくさんあるから、ブドウ畑の魔物をどうにかして駆除してくれねえか。この辺はこのワインを売ってこう生活立ててたりするのかな、ここの人たちはね。もしかしたら俺がやってこよう。ありがてえ。早いところ頼むよ。ブドウ畑は村外れのゴールトン農場にあるからな。はい、一応ねクエスト受注だけして、今メインミッションの方ちょっと進めたいなと思っております。進める中で、待ってね、こっちにもなんかあるよ。ちょっとねいっぱいクエストあるんだよな。待ってね、でも多分ここじゃないね。ちょっとメインクエストの方に戻ろう。ちょっと一旦こっち戻ってのエリアマップでワールドマップ開いて、ここでいいんだよね。ちょっと待ってね。ノースリーチへ向かうで協力者に会わないとって言ってたから、ここでいいんだよね。ロストウィングのどっかに協力者がいて、で今私は赤いマークのところに行きたいんだが、これさ、どこでこの地図の中でどこにその赤いマークが書いてあるんだろう。なんか今更ながら、この辺クエストだもんね。この辺はクエストのミッションがある場所だよっていうところで、地図上に赤いマークはない？ちょっと待ってね。ジャーナルで見てみよう。アナベラによる傾く世界でアナベラによるイーストプール粛清を目の当たりにし、義憤に駆られるクライブとジル、この惨状を打破すべく2人はシドの元へ戻る。ノースリーチへ向かうだよね。ノースリーチへ向かう。ちょっとワールドマップ見て、ここロストウィングなんだよね。ノースリーチへ向かうだけど、ロストウィングに協力者と話さなきゃいけないなって言ってたから、ロストウィングに協力者がいて、まずはその人の話を聞かないといけないってことなのかな。ごめんなさいね、何回も。この奥かな、もしかしたら。この地図上の奥にいるのかな。ってことはどこから行けばいいんだろう。こっちから行ける？この奥にちょっとこっちの方に行ってみたいと思います。ここの中に入って抜けてけるかな。もうじきブドウの収穫だ。忙しくなるよ。こっちから行けるかな。あ、行けそうだね。こっちの上から行けそうだ。クエストあるある。サブクエスト終わって先に進もうと思ったらまた新たなサブクエ。あれ今ね、そのあるある状態にはまってますね。あるあるにめっちゃクエスト出てくるからさ、ほら矢印で。あ、こっちでやってるっぽいですね。クレールビュー、なんか谷間というか森の中に入ってきました。魔物もいそうな雰囲気です。こんにちは。今はドラクエ10オフラインバージョン2をやってます。こんにちは。ドラクエね、やったことないんですよね。やっぱ名作と言われてる作品はぜひね配信でやりたいと思っておりまして、なんでなんかこれ面白いよって、これやってほしいなっていうのがあれば、できるかどうかちょっと別としてぜひぜひリクエストいただけたらと思います。ドラクエはねやったことないんですよね。やってみたい。ここ道わかんなくなる。あ、皆さんもやったことある方は
迷われた方も多いのかな。で、ここ大丈夫かな。あ、うん、こっちでいいのかな。ちょっと地図見て、こっちかな。こっちから回っていけるかな。オッケーオッケーオッケー。合ってるっぽいね。近づいてきてます。お、アイテム発見。ロストウィングって、あ、チョコボじゃん。野生のチョコボ走ってる。2匹仲良さそうに。いいよ。ちょっとね、敵もいるけど、まあまあ目的地に向かって進めます。見えてきた。あ、ここがノースリーチか。ドラクエ5は感動していいのでぜひやってほしいですね。感動もの好きです。感動ものめっちゃ好きです。なんか感動もいろいろあるじゃないですか。よかったねっていう感動ものと、なんか FF10 過去やった配信なんですけど、 FF10 でそういうもう全てがオールハッピー、本当誰がどう見てももうハッピーな結末っていう感動もあれば、なんかこうなんだろうな、ところどころに感動がありつつ結構賛否両論な作品もあると思うんですけど、ラスアスとかも多分そうだけど、でもね、どの感動も好きです。感情が揺さぶられる系がとにかく好き。あ、そっかそっか、協力者がマダムだね。いや、見た目でわかるはずよ。だってマダームでしょ、マダーム。カナさん、クロノトリガーやってみてほしい。クロノトリガー。積み荷を調べる。怪しいものは没収だ。見てみよう。どんなやつだっけ。クロノトリガー、ちょっと聞いたことあるな。どんなやつ。薄汚いベアラーめ。主の元へ帰るがいい。めっちゃ罵るじゃん。めっちゃ罵るじゃん。卑怯だぞ、顔も見せずに。自分の顔も見せずに、そんな罵り方してくるなんて。お、すごい大きな。なんだい、買うのか買わないのか。マザークリスタルを削り取ったとされる。お、いた。ひときわ目立つお洋服を着ていらっしゃるマダムを発見いたしました。この人でしょう、きっと。楽しみです。ちょっといいか。あら、いいのベアラーが一人女を買おうだなんて大胆。人違いだ。え、違う。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か。シドよりもオットーの方がよっぽど女泣かせだったりして。お、合ってた。あなたはどう思う？クライブ。あ、話がやっぱりあんたが通ってたからね。私はイサベル、ノースリーチのイサベル様、夜の帳のイサベル主人様よ。何でも言うこと聞シきます。ドのところの新入りさんでしょ。オットーから知らせを受けてるわ。さあ、ついていらっしゃい。オットーもまさかさ、さっきのさ、このマダムの話でオットーまさか遊んだのか。オットー、シドとはもう長い付き合いでね。オットーともイザベル様と昔ちょっと大変だった時に助けてもらったのよ。この町で商売を続けていられるのも全部彼のおかげ。だからその仲間には親切にするって決めてるの。切りがたいですね。それにあれ、いや、この髪の巻き方、後ろの綺麗な髪の巻き方で、もうこの人がどんなお方なのかがわかるわ。決してあの門をくぐることはできない。でも私ならあなたを門の内側へ連れて行ってあげられるでしょ。でしょ。これ
いいな。どうやってでしょ。最後に語尾に夜の女王って何？恥じないくらいのことはできるつもり。すごい称号だね。夜の無事女に関所王ですよ。を抜けたら一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。なんでこんな色気のある話し方ができるんだ。このどういうこう人生を歩んだらこんな自信たっぷりなこう話し方ができるようになると。誰か教えて。どうしたらいいの？私はなんとかなんとかでしょ。どうやったら日常生活でこの話し方ができるようになるの？この自信たっぷりな。やっぱね、素敵な人はやっぱ見た目もしっかり気にする。このね、後ろのこの綺麗な巻き髪じゃないね、このくるくるじゃなくてこう束ねてるこのツヤと髪のツヤとこうアホ毛一本出てないところからイサベルさんがもう本物の夜の女王だということは分かりました。で、ごめん、全然そのイサベルさんのその話し方とこの容姿に夢中になりすぎてしまってごめんなさい。全然話聞いてませんでした。何をするつもりだ。そんなに不安にならなくても平気だから。俺がベアラーであることはこの刻印でおのずと知れる。下手に隠すと怪しまれるぞ。別に隠す必要なんてないわ。普通に言って普通に通り抜けるだけなんだもの。ちょっと釘付けになるな。これはマダム、お帰りですか？いや傭兵、今晩の支度をしなきゃ。ちょっとさっきの私のへの態度とところでそちらは誰です？全然違うじゃん。私の新しい用心棒なの。どう？可愛いでしょ？マダムの番犬とは羨ましいね、色男。おい、じゃあもう行くわ。さっきもクズ扱いまたうちしてをごたのに。ひいきに。待て、お前まさか。何大丈夫？やっぱりベアラかよ。マダムに拾われるなんて運のいいやつだな。憎しみがこもってる。ほら、さっさと行け。憎しみと恨みがこもってる。いや、マダムの力すごい。ほら、無事に抜けられたでしょ。まったく肝が冷えた。これくらいは簡単よ。ノースリーチに勤める兵士はうちの一番のお客だもの。それにここは私の町。何歳ぐらいかな。罪さえこの人犯さなければ大抵のことは何とかなるわ。すごいね。さあ次は私の番ね。詳しい話はお店に着いてからにしましょう。なんだろう、この眉毛からも意志の強さが感じ取れる。仕方ない。すごいぞ。すごいぞ、イサベラ。入りました。今夜こそうちに寄ってちょうだいな。ちょっともうすぐ大きな戦があるんだ。誘惑が溢れた街だ。ここで気を緩めるわけにはいかなくてな。召喚へ向かう。すごいぞ。すごい街に来ました。皆さん、欲望にあふれる街に今、おります。トルガルは目をつぶっときなさい。トルガル、お前は目をつぶっときなさい。はい、ほら、餌でもあげるから。お前はもうここから来るな。ここからは大人の時間だ。トルガル。わかったわ。お客様に粗相のないように。おかえりなさい、マダム。ただいま。マダム、お戻りで。遅くなったわね。
小さいクリスタル今腰につけてなかった？あの女の人。いや、すごいね。肌ツヤすごい綺麗な瞳です。夜の帳よ。夜の帳。夜の帳。心に響くワードですな。心に響きますね、皆さん。夜の帳というワードが。ちょっとお顔を拝見してもいいでしょうか。あなたはまだ若いですね。まだ熟してないですね。マダムの、すごいね。マダムと呼ばれるだけあって、まあ、30後半ぐらいなのかしら。ちょっとすいません。皆さんのコメント、チャットもこう読まずにもう、イサベルに夢中になっておりました。あと、夜の帳というワードに。おすすめのゲームあるんだけど、その前に、エイリアン1979って映画見たことあります？ 1979。エイリアンって一番最初の映画かな？一番最初の有名なやつ？さ、なんだっけ？このさ、ロボットがさ、こう手やって、なんかナイフで振っといて、なんですけど、かつてグローブと呼ばれた手なんですけど、私すごい指も短くて手も大きいんですけど、こうなんかロボットがこうやってナイフを指でザク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 って指の間にこうナイフザク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 語彙力が少なすぎて説明が難しいんですけど、有名なやつは見たことある。それじゃないかな。それがどうしたのかな。ドラクエ5は最高。同感してる。感動ものなんですね。見てみよう。かなさんだったらドラクエ4も11も合いそうですね。セクシー。じゃあ、PS5 のラスアスパート1やって。違うゲーム感覚だと思います。ラスアスパート1。知らんけど言ってる。イサベルさん、ラスアスのテスの声の人と似てる。そう、なんかね、どっかでなんか聞いたことのある声で見たことのある顔なんですよね。誰かに似てる気がする。熟してない？なんか30後半ぐらいかなと思ったんだけど違うかな。それはエイリアン2ですね。それの一つ前のやつ。わかんないな。なんかエイリアンシリーズいくつか見てるけど、どれがエイリアンかわからない。改めて礼を言う。ありがとう、マダム。二人の時はイサベルでいいわ。クライブは律儀なのね。シドとは大違い。イサベル、あんたの頼みというのはシドたちと落ち合うまでに片付くことならいいんだが。シドとお嬢さんはうちの子が順に案内する手はずよ。なるほど。関所を抜けるにはもうしばらく時間がかかるわね。なるほど。じゃあここで待ってるって探しをお願いしたくてことね。はい、OK です。実は少し前から娼婦が一人、タチエヌが行方不明になってるの。タチエヌ、壁の外側に出た様子もないし、何かに巻き込まれたとしか思えないわ。どうも人探しには縁があるな。分かった、やってみよう。ありがとう。クライブさ、どう思ってんの？クライブ、イサベルのこと。すごい魅力だよ、この人。ノースリーチのイサベルから信頼の証ってところよ。ベアラーが出歩くなら持っておいて損はないから。私はこの後鉄の酒樽亭で用事があるの。鉄の酒樽亭。何か分かったら知らせに来てちょうだい。なんかここの町の建物の名前すごいね。夜の帳、鉄の酒樽亭。娼婦たちに話を聞いてみるか。もし私がなんか居酒屋をもし残りの人生でオープンするとしたら鉄の酒樽亭って名前にしよう。あら、若いねこの方。そのブローチマダムのお使いかしら。タチエヌという娼婦を探している。知っていることがあれば教えてほしい。タチエヌまだ戻ってないのね。なんかお客さんとのトラブルに巻き込まれてなきゃいいけどね。彼女と話したのか？悩んでたのか何か。いなくなる前日にマダムからいただいた櫛をなくしたって。ずいぶん塞ぎ込んでたの。大事な櫛だったんだね。母親を早くに亡くしたから
マダムのことを本当の母親のように慕っててね。つる草模様の入った古ぼけた木の櫛だったけれど、とても大切にしてたのよ。なるほど。マダムの櫛を。それを探しに行ってんのかな。タチエヌと一緒に暮らしてた子なら何か知ってるかもしれないわ。池の前で休憩してるはずだから、彼女に話を聞いてみて。分かった。当たってみる。ありがとう、情報。タチエヌと暮らしていた子か。こっち、あ、この子だね。ちなみにラスアスパート1、リマスターじゃない方はやってるんですけど、リマスターのことかな。新しい用心棒でしょ。ブローチを持たせてもらったってことは、何か仕事を頼まれたのね。タチエヌと一緒に暮らしていたと聞いた。彼女に変わったことはなかったか。ああ、彼女のこと。人と会うと言って出て行ったきり戻ってこないの。櫛を探しに行ったんじゃないの。あいつと何かあったんだわ。あいつ？お客さんとのトラブルか。あの子の客でザンブレクの兵士なんだけど、最近タチエヌをつけ回してたのよ。店の外でも構わずちょっかいを出してきて、あの子すごく我慢してたわ。でもマダムには迷惑かけたくないから黙っててって。何でもいい。その兵士の特徴を教えてくれ。確か右目に傷があったはずよ。訓練中に怪我をしたと言っていたから。ありがとう。探してみる。絶対にタチエヌを見つけてね。こんな形で別れるなんて嫌だからさ。ちょっと何のトラブルなのかわかんないけど。軍の訓練所を当たってみるか。軍の訓練所大丈夫か、クライブ。そんなところ行って。どっちから行ける？左から行けるか。左から行ってみようか。私と素敵な思い出を作りましょう。戦に出る前に私と素敵な思い出を作りましょう。すごい誘惑の言葉ですね。皆さん、すごい誘惑の言葉だ。耳から離れない。どうしよう。ここか。今日も夜の帳に顔出すか。ここに駐屯している兵士の中に、もう欲まみれじゃないか、ここにあるザンブレック公国の兵士たちは。ベアラーの分際で人様に声かけやがって。バカよせ。よく見ろ、こいつはマダムの用心棒だぞ。夜の帳を出禁になったらどうすんだ。頭の中は夜の帳でいっぱい。ヤニックのことだろう。あいつならしばらく見てないよ。もうなあ、ここらで商いをしている行商人に用があるからって少し前にムーアに行ったままだ。そうか、参考になった。ムーアか。ムーア行く前に一度イサベルに報告しておこう。なんかベアラーだから話しちゃダメだとかそういうの関係ない。もう夜の帳の出禁になることがもう嫌だから、とにかく情報を渡してくれました彼ら。あそこにベアラーいるね。風の魔法で洗濯物を乾かしてる。彼もシドのところに連れてってあげたいね。ミッション発見しちゃった。聞いてくか。とりあえず受注だけしたいと思います。コートの役人マチュー。君ベアラーなのにそのブローチを。そうか、マダムの。だったら話を聞いてくれないか。あんたは？僕はコートの役人でマチューという。マチュー。そしてマダムに手を貸すものでもある。君もマダムの魅力ベアラーの扱いがひどいだろう。やられたんだね。僕のようにそれを快く思わない者もいるということさ。なるほどな。結構各国にいるね、シドと同じ考えを持ってる人たち。彼らは常に飢えている。過酷な仕事を課せられる上に満足な食事も許されない。それで餓死しようが誰も見向きもしない。壊れた道具と同じように使い捨てられるだけ。見るのも辛いありさまだよ。これまで密かに食料を配っていたが、住人に感づかれたようでね。だが君なら僕よりも怪しまれずに済むだろう。どうかベアラーたちに食料を配ってくれないか。もちろん。俺がやろう。
ありがとう。これで彼らも少しは生き延びられる。では早速だが、これが結食料構命がけだよね。こういうさ、ベアラーたちのことをよく思ってない食料を配ってほしいベアラーは弊社の周りで働かされている中で、 3人。いずれも下にいたね。休むことを許されず、さっきね、洗濯物乾かしてた人が一人だね。魔法を使わされているベアラーか。だが気をつけてくれ。彼らは主の所有物。決して誰にも悟られないように。どうやって渡す？食料を配り終えたらマダムに伝えてほしい。なるほど、ちょうどいいね。マダムのとこ行こうとしてたから。すればいいだろう。分かった。あんたはどうするんだ？僕はこれから表の仕事さ。それでは頼んだよ。いや、いいね。ベアラーたちにちょっとでも希望を持ってほしいから、あなたたちのことを魔法を使わされているベアラーか。助け出そうとしてる人たちがいっぱいいるんだよってことだったりとか、あとはあなたたちをこう保護する隠れ家が各地にあるんだよってことをね、知らせてあげたい。まずは君からだ。いやー、マチューに頼まれた。受け取ってくれ。大丈夫か？今日も食べられるんだね。助かったよ。でもまだ働かないと。後でこっそりいただくよ。待って、手がさ、ちょっと石化してない？俺たちはまだ右手がちょっと石化してる。マチューさんの施しがなければとっくに死んでる。そうか。急がないとね。マザークリスタルをやっぱり壊さないと。あとは、いた。治療してる。おい、まだ治せねえのか。どうやって渡せばいい？今は無理そうだな。また後にしよう。だね。ちょっと変に怪しまれたらまずいし。あと一人？どこ？訓練を増やせとの命令だ。おい、ここにもミッションだよ。我々の上官は厳しすぎる。こいつのミッションも聞かなきゃいけないのかよ。ここはベアラー風情が入っていい場所ではないぞ。敵兵だぞ。知ってるか？俺たちはコート防衛の精鋭部隊だ。奴隷なんざに用はねえんだよ。こっちはな、アイフリートなんだよ。こっちはアイフリートなんだ。マダムのブローチを持ってるぜ。なるほど。マダムの用心棒というわけだ。俺たちの護衛さえ断ってたマダムがね。このベアラかなりやり手かもしれん。お前たちも頭の中は夜の帳とマダムでいっぱいか。一つ手合わせといこうじゃないか。手合わせだと？マダムに認められたその力、ぜひ確かめさせてもらいたいな。そんなところで試すな。自分の魅力をマダムにこうよく思われたいからって。仕方ない。一戦だけでいいか。小学生か。構わんよ。だが互いに手加減はなし。イフリートになってやろうか。この訓練場でやるとしよう。さっさと用意するんだな。10秒で倒してやる。10秒でイフリートになってやりたいわ。皆さんお元気ですか？皆さん。エイリアン、その一番最初のエイリアン見てたら、エイリアンアイソレーションっていうゲームをおすすめしたかったんです。見てるかもしれない。エイリアンシリーズ結構見てるから。あれ、ちょっと待って。これ戦わないの？貴様の実力を見せてもらおう。今から戦うんだよね。始めよう。私始めないにしちゃったのか。さっさと終わらせよう。オープンしたらぜひ行きます。私がもし残りの人生で鉄のなんだっけ、酒樽亭だっけ、鉄の酒樽亭、ぜひいらっしゃってください。どこでオープンしようかしら。私の地元の岩手県の山奥にでもオープンしたらみんな来づらいかな。ベアラ、貴様の力を見せてみろ。もし自分の
やるじゃないか。いやいや、おい、一歩も立ててないじゃないか、お前は。本当に精鋭部隊なのか？本当に精鋭部隊なのか？なんということだ。おいおい、わざと負けたんじゃねえだろうな。って思っちゃうよね。まさかあいつ相当できる。それならまさかなんかクエスト。おいベアラ、今度は俺と勝負だ。行くぞ。どれだけできるか見せてもらうぜ。いや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 、まったく今度はこいつか。これ出したらさ、これさバレちゃうじゃんね。これね、この戦い方したら。だって背中から羽を出す兵士なんていないでしょ。もう一歩も攻撃できてないよ。一歩も攻撃できてないよ。ウィン。もう一歩ももう手も足も出せないとはこのことだね。なんだよこいつ、とんでもない強さだ。いくらマダムの用心棒とはいえベアラーに負けるなど精鋭部隊の名折れだな。ああ、俺たちもまだまだだぜ。上官の言う通りもっと鍛えねえと。素直じゃないか。俺はもうめちゃめちゃ素直じゃないかこの人たち。手間をかけた。見事だったよ。めっちゃいい人たちでした。俺たちがあんたに負けたってことマダムには絶対に言うんじゃねえぞ。小学生の男の子じゃんこれ。もうマダム好きすぎてもうなんかマダムから気に入られてるなんかこう友達に勝負挑んだけど、負けちゃったから、おいあの子に言うんじゃねえぞ、俺が弱いこと知られたくねえんだ、嫌われたくないんだよ。ベアラあと一人どこ？この辺にいる？夜の帳？駅前のスナックや。いやいや、そんなこう夜の帳って店があったら絶対って二度見しちゃうよね。そんな駅前にあったら。こっちも行ける？いや、3人いるって言ってましたよね。パン届けなきゃいけない人。こっちじゃない？ちょっと待って、止めていい？でさ、一人はさ、倒れた兵士を直してたから、ケアルラしてんのかな？だから、この人無理だよね。で、もう一人いるはずだよね。あ、アイテムあった。なんだ。これ外出ちゃったね。外は多分出ないね。ちょっと不穏ななんか音楽。ちょっと一旦戻る。あともう一人どこにいんだろう。ここにはいなそう。この奥もなんかミッションありそうだが。お酒飲みながら雑談トークやってほしいですね。なんか前もリクエストいただいたので、ちょっとね、その雑談配信最近やってないので、そういうのやってもいいかなと思ってます。ちなみに私、お酒は、そんなに強さは普通。おい、そこの君、剣を背負ってる君だよ。おい君、そのブローチをつけているとはマダムの用心棒か何かだろう？ミッションですね。ミニミッションちょっと受注していきたいと思います。もちろん礼は弾むよ。あんたは？失礼した。私はエティエンヌ。マダムにも懇意にしてもらっている商人さ。これから壁の外側で取引があるんだが、私は万兵に目をつけられて行き来ができなくてね。なるほど。マダムの後ろ盾がある君なら奴らに止められることもないし適任だろう。マダムの力すごいね。この近辺での一仕事してきてくれないかい？まあいいだろう。もうなんかね、その人の難しい仕事じゃない。この小袋を
壁の外側の取引相手に届けるだけさ。はい。雑貨やハーブ商、酒屋に渡してくれ。約束の品だと言えば通じるだろう。雑貨屋。中身は何だ？外側の連中が喉から手が出るほど欲しいもの。そうだな。知らない方がうまくいくとだけ言っておこうか。なんだ？それじゃ頼んだよ。なんかもうみんなね、欲まみれの顔に見えてくるな。もう夜の帳へのこう欲が。隠密しなくていいの？酒癖悪かったら面白い。で多分ね、気持ちよくなってこう楽しくなっちゃうタイプですね。はい、楽しくなっちゃうタイプです。すぐね顔に出ちゃうんですよ。すぐ真っ赤になっちゃう顔が。多分ね画面越しでもわかるぐらい真っ赤になっちゃう。彼女のこと何か分かった？ああ、報告することがある。はあ、マダムに会ってからのなんか時間がすごい。タチエヌがそんなことに。長い。彼女をつけ回していたヤニックというザンブレク兵も姿を消している。その兵士は行商人に用があるとムーアへ行ったそうだ。俺もこれから向かう。なんか売り飛ばされでもちゃったりしなきゃいいね。ムーアとは厄介ね。なんかなぜだ？あの村はベアラーの扱いが特にひどいの。あなた一人で探るのは厳しいかもしれないわ。それにコートの目前で無駄な騒ぎを起こすわけにはいかないでしょ。ムーアへ行ったら厩舎にいるベルトランを訪ねて。彼は私の仲間よ。きっと力になってくれる。ベルトランだな。分かった。ムーアにいるベルトランと話す。まずはそうだよね。まずは今ちょっともう一回整理するけど、ジルとあとシドとここで落ち合うことになってるけど、まあマダムがね、イサベル様が2人が入る手助けを、する間にマダムの頼まれごとを今引き受けてると。で、夜の帳で働く女の子が一人行方不明だから、その子をちょっと探すということで、これからムーアに行ってベルトランと話したいと思います。で、ムーアがどこなの？一体。ここの外に出る感じなのかな？ちょっと待ってね。目的地どこ？こっちか。ってことは、ね、こっち側かな？ムーアってこっち側？夜の帳の奥か。鉄の酒ダル亭にも行ってみたいわ。鉄の酒ダル亭あったよ、ここに。めちゃめちゃ興味ある。練習場のやっぱ奥か。さっきのミッションめっちゃあるやん。ちょっと受注してこうか。受注してくよ。ベアラーが何の用だ？マルシェのハーブショー。約束の品を届けに来た。よかったよかった。見たことのない顔だな。いつもの商人はどうした？エティエンヌは万兵に目をつけられている。だから代わりに俺が届けに来たんだ。ならさっさと品をよこせ。すごいね。ベアラーのことよく思ってない人ですね、この人は。前回と比べて少なくないか？まさか中身をくすねたんじゃないだろうな。中身が何かも分かってない。ベアラのくせに生意気な口を。いいね。エティエンヌの使いじゃなけりゃ役人に突き出してやるんだがな。ほら、これが取引の品だ。いらないなら返せ。強気の姿勢。これは葉巻か。丁重に扱えよ。高級品だからな。
めっちゃ睨んでくるじゃん。マダムのと会った。今外に出たのかな。塀の外に出たんだね今。マダムいなくて私入れるかな。あ、雑貨屋さんもいた。ベアラだ。邪魔だ邪魔。あっち行け。約束の品だ。エティエンヌの使いだ。約束の品を持ってきた。てか今調べたんだけど、ジルの声ってラスアースのエリーの日本語音声と同じ人らしいね。マジですか？全然わかんなかった。なんだよ、そういうことか。これさえあればクソみたいな生活も少しは潤うってもんだ。さっきは悪かったな。少し待っててくれ。この人はまあ普通に話してくれるね。エリーとジルってキャラ違いすぎるもんね。声色が違いすぎてこっちの取引の品だ。分かんなかったのかな。香水か。よそ見して落とすんじゃねえぞ。香水。あとはもう一人いるはずだよね。何を買うか早く。あ、商人。見てってちょうだい。商人いるね。何かいい品はあるでしょうか。この辺はアイテムは結構ある。で、楽譜ってすごい高いんですね。大事なもの。楽譜。回線前夜。楽譜がめちゃめちゃ高い。これ結構戦闘を重ねないと、また来てちょうだい。このギル、戦闘とミッションか。重ねないとギルは貯められないね。あとこっちかな。こっちじゃないか。あともう一人になんか頼まれたもの渡さなきゃいけない気がするけど。壁を越える浴場。ちょっと待ってね。あ、この人か。酒屋さん、よかったよかった、見つけられた。ベアラーじゃないか。あんたが買えるようなもんは置いてないんだけどね。俺はエティエンヌの使いだ。それならそうと早く言っておくれよ。ほら、万平に見つかる前に約束の品を渡して。この約束の品って何なんだろう。全然何が入って、あ、ここに書いてる。ノースリーチの商人エティエンヌから受け取った小袋。マルシェにいる取引相手に渡すよう頼まれていた。中に貴重な品が入ってる。何なんだろうこれ。薬？よかった。これでしばらくはやっていける。薬だと考えたらこっちの取引の品だ。やばいね、みんな。これでしばらくはやっていけるよ。この薬があればって。下の超えた客用にとびきり上等なのを用意しといた。門を通るときは徴収されないよう気をつけな。万平どもはこういう嗜好品に目がないからね。あとエティエンヌにはこれからもごひいきにって伝えておいておくれよ。あ、これこの先出てきます？この香水葉巻蒸留酒。約束の品が何なのか。こんなものと交換できるなんて。出てきそうだね。でもね、考察してるねクライブ。エティエンヌのところ行けばわかるかな。走って走って。オッケーオッケーオッケー。ちょっとこの小袋の中身が気になる。訓練は終わりだ。エティエンヌのところに行きたい。エティエンヌどこいたっけ？こっちじゃないか。エティエンヌ。エティエンヌのところに行きたいが、ちょっと待ってね。これさ、トップ画面に3つしか、クエスト出てこないんだよね。壁を越える浴場ってのが、エティエンヌから受けたミッションだね。から、めっちゃ近いね。エテ
ティエンヌの場所がどこにいるかわかんない。あー、ミッションあるやん。ミッション拾ってこっか。あ、ベアラーじゃんこれ。宇宙からの食料だ。よかったよかった。見つけた。渡そう。マッチアさんから。大丈夫？若い女の子だ。ありがとう。うん。でもあんたは早くここを出た方が。おい印持ち、何勝手に休んでんだ。さっさと火力を上げろ。お前もうちで何してやがる。とっとと自分の主のところに帰りやがれ。まあね、余計なことして。これもう一回話しかけたらなんて言われるかな。足も手も石化してるね、この子ね。いつまで突っ立ってやがる。さっさと自分の主のところに帰りやがれ。すごいどやされた。あ、マダムいた。マダムいたけど、ちょっと待って。じゃなくて、後ろか。こっちか？この辺？違う？ミッションくれた人のところに行きたいんだけど、こっちじゃないね。ちょっとね、迷子になってるよね。ちょっと探しますね。ここじゃなくて、こっちかな？こっちか。こっちかな？どこだ？ちょっと待って。あ、もうちょっと、逆か。ちょっと待って、ここだから、こっち方向か。皆さんすいませんね。トリガルここ活躍してくれればいいんだけどな、トリガル。こっちで合ってるね。ここの、こっちだね。いた。わかるかな、小袋の中身が。これで。無事に戻ってきたか。取引の品を扱ってきた。全部渡します。これ1個渡さなかったらどうなんだろう。完璧だ。マダムもきっと喜ぶ。もしかしてあの小袋の中身は。何？クライブ分かってんの？気づいたかね？そう、クリスタルだよ。薬じゃなくてクリスタル。惜しい。おじけづいた君が妙な動きをすれば目ざとい万兵に蹴取られるかもしれない。この世界ではクリスタルの闇取引なんて見つかれば首が飛んでしまうからね。なるほどね。私が使っているのはクズのような破片だけ。そんなものでも外側の連中にとっては上等な嗜好品と同等の価値だということさ。この人どこでクリスタルのクズを集めてるんだ？それほどクリスタルが手に入らないと。ああ、壁の内側のおこぼれに預かろうと外側にあのマルシェができるくらいにはね。これを卑しいことだと思うかい？ただ生きるためだろう。うん、それ以上でもそれ以下でもない。そう思うよ。なるほど。マダムが気に入りそうな男だな、君は。大事な品を万兵に巻き上げられずに済んだ。仲良くなれそうだ。感謝する。マダムにも君の働きについて伝えておくよ。ありがとう。オッケー。クエストなんかいっぱい受注しちゃってるけど、1個クリア。てれれれででてってて。さて、それでは外に出てきたいと思います。目的地あっち。こっから外出れそうだね、こっから。イザベルとカナちゃん髪型一緒やん。イザベルも富士みたい。イザベル富士みたいだった。あんなに凝視してたのに。以前は気にも留めなかった。ああいう髪型が似合う。確かにイザベルの髪型もなんか和装に似合いそうな髪型ですもんね。後ろでね、もっこりと。ベアラードも仕事は終わりだよ。すごい。ベアラーがいっぱい使われてますね。
仕事にね。さっきのあそこにいた無駄に垣根を越えちゃう。無駄に垣根を越えちゃう。キビキビ動けよ。まったく。大事な買い入れ時だったのに倒れたないで立て。おい、そこのベアラー。こっちだ。早くこっちに来い。遅いじゃないか。何をしていた？何の話だ？何の話？聞いておらんのか？わしの息子が魔物に襲われているんだぞ。早く助けに行くんだ。誰かと勘違いされてる？まあ助けに行くよ。分かった。すぐに向かおう。場所はどこだ？おお、今度のベハラはなかなか度胸があるじゃないか。息子はこの辺りの海沿いだ。いいか、しっかりお安い御用なんだよね、こんなミッションはね。お父さんびっくりしないでね。息子無傷で連れて帰りますわ。海岸沿い？妙に落ち着いているように見えたが、ともかく何かあってからではまずい。奴の息子を探さなければ。海沿いって言ってた？海岸沿い？こういうこういうさ、空飛んでる敵はちょっとジャンプして、魔法貯めてからのかな。あれ、ちょっと待って、どこにいる？息子いる？あそこにいる？なんか目的地。あ、どこ？子供の声だ。どこで恋した？なんかでも焦ってる声じゃなかったね。あ、いた。待った、今助かるぞ。おりゃ、もうビビるでしょ、魔物もこんなん見たら。こいつただもんじゃねえなって。オッケー。これ内容えぐいクエストだ。なに印象残ってるわ。これ子供の猟犬を倒しちゃうなんて。お前何やってるんだよ。ベアラーなんて魔物にやられて壊れちゃえばいいのに、余計なことしちゃってパパが知ったら怒るぞ。どういうことだ？魔物に襲われていたんじゃないのか？うわ、ベアラが喋った。僕はパパに言われてやっただけだもん。焦ってなかったもんね。誰か助けてって声が。また喋った。ベアラのくせにパパに言いつけてやる。もしかしてベアラをまさかこのベアラーたちは今の魔物に。なんてひどいことを。あの親子に詳しく話を聞かなければ。マジ？何が目的でこんなことするわけ？貴族の遊びってこと？もしかして許さない。おい、そこのベアラー、こっちに来い。息子から聞いたぞ。せっかく手なずけた猟犬を殺したそうじゃないか。そもそもなぜお前はまだ生きている？ベアラーはわしら貴族を楽しませるためにいるんだろう。ならさっさと死んで餌になっていればいいんだ。貴様ら、やはりわざとベアラーをけしかけていたのか。また勝手に喋った。パパ、やっぱりこいつ変だよ。
最近奴隷商から買ったベアラーかと思ったが、よく見れば確かに知らない顔だな。貴族の遊びだったか。やっぱりお前の主人に文句を言ってやる。主人を呼んでこい。今すぐだ。マダムの用心棒だと威圧する。ここに来て初めての選択制。主人はどこだ？主人などいない。なんかそしたらあれだね。なんか言いつけられて、こうちょっと厄介な揉め事は今は起こさない方がいいと思うから、マダムの用心棒だと威圧しようか。そっちの方がいいかな。もうなんとか懲らしめてやりたい、この貴族。でも今は揉め事を起こさない方がいいと思うけど、主人などいないって言ったら、なんだとこの野郎、このベアラーのくせにって言われて、なんか傭兵とかね呼ばれて揉め事を起こされそうだから。俺はノースリーチのマダムの用心棒だ。今は主人に命じられた仕事の最中だが、すぐに呼ぶか？何？マダムだと？彼女に立てつけば夜の帳が。お前もか。一つ教えておく。息子の前で。ベアラーもお前たちと同じように恐怖や痛みを感じるんだ。いいか？命で遊ぶんじゃない。こんな馬鹿げたことは二度とやるな。パパ、こいつなんか怖いよ。いくらマダムの奴隷とはいえ、ベアラーごときにあれこれ言われる筋合いはない。パパ、また猟犬を買ってよ。今度こそこのベアラーを壊すんだ。ちょうど今別の魔物を捕獲させている。新しいやつが手に入ったらお前を殺してやるからな。すごい言われようというか、本当ものとしか思ってないんだね。まだ続けるつもりか？なんか遊び道具って感じですよね。殺されていたベアラーもあのまま捨てるつもりだろう。せめて人らしく弔ってやらねば。これまで一体何人が犠牲になったんだ。ベアラーたちを弔う。行こう。こっちか、こっちだね。かわいそうに。ここまでもずっと辛い思いをして生きてきて、最後がこれなんて。またベアラーの死人が出たのか。レイモン、君はクライブだな。なぜ俺の名を？マダムから聞いてる。私もあの方の下で働いてるんだ。しかしひどいことを。彼らを弔うたびに胸が痛むよ。あんたがいつも埋葬しているのか？ああ、マダムの言いつけでね、放置された遺体を葬って回ってる。クライブ、よければ手伝ってくれないか？ああ、そのつもりできた。ああ、すごいね。なんでこんな世界になったんだろう。なんで途中でチャットでもさ言ってくれてましたが。そうか、君が猟犬を始末してくれたんだな。だが奴らは新しい魔物を捕獲させているようだ。まだ続けるのだろう。ベアラーの命を何だと思ってる？なんとも思ってないさ。だからこんなに残酷なことができるんだ。金持ち貴族どもはベアラーを退屈しのぎに使い、死ねばゴミのように捨てる。だが少なくともあの貴族のくだらない遊びは終わるだろう。狼？何あ、さっきの貴族？あの声はさっきの親子か？ほらな、野生の魔物がそう簡単に懐くものか。下手に近づけば噛み殺されるのがオチさ。それは
ベアラーも同じ。いつか牙を剥かれた時、人様はどうするつもりなんだろうか。まあ結果はどうあれ、ベアラーが無駄に殺されることが減ったのはいいことだ。ありがとうクライブ。これは俺からの礼だよ。俺は何も。取っておいてくれ。また君の手を借りることもあるだろうから。それじゃまたな。さっきの親子も死んだのかな。新たに飼いならそうとした魔物によって。でも知らなかったね、クライブはね。自分はさ、ロザリアのさ、すごくやっぱお父さんがね素晴らしい人だったから、ベアラーとうまくこう関係値をね築いてね、協力して生活してた国で生まれたわけだからね。でも世界は違ったね。マダムにもう心が持っていかれてましたが、もうちょっとやっぱこの世界を変えねば。こんなねむごいことはもう一刻も早くなんとかしないと。一人でも多くのベアラーを助けないと。またベアラーが動かなんだ、なくなっちまったよ。ローブじゃないか、びっくりした。ローブの人かと思った。こんなところでねえ、少女だった。私のクロエを見なかった？うちで飼ってる子なんだけど、いつも一緒に遊んでたのにいなくなっちゃった。あなたクロエを探してくれない？探しましょうぜ。ああ、探してやろう。クロエはどんな見た目なんだ？白くて綺麗な毛で私のお気に入りなの。それにね、おとなしくてお利口な子よ。ワンちゃんかな？なのにずっと帰ってこなくって、きっと小麦畑で迷子になってるんだわ。今頃お腹を空かせてるはずよ。ご飯を食べさせてあげなきゃ。なら急ぐとしよう。きっと見つかるさ。いやー、このクエストやってる時胸が痛かったよ。うん、ちゃんと埋葬しよう。闇雲に探すわけにもいかないな。近くの村人に聞いてみるか。いやー、重たいシーンでしたね、確かにね。はあ、目的地周。ここはベアラーの扱いがひどいと言っていたが、ああ、彼女の仲間に話を聞いてみよう。あ、ちょっと一旦目的地来たので、あんたがベルト仲間に力を借りて話をかけます。そのブローチ、マダムの使いか？さっきの貴族の親子もここに住んでたのかな。マダムからの依頼で人を探している。この辺りで商いをしている行商人を知らないか？何人か心当たりがあるが、そういや最近ザンブレク兵と揉めていたやつがいたな。おそらくそいつだ。その行商人ならまだ村の中にいる。すぐに見つかるだろう。だが気をつけろ、印持ち。いくらマダムのブローチを持っていても、この村で目立つ行動は厳禁だ。助けるにも限度があるんでな。分かった。用心して肝に銘じておく。目立つ行動はやめようね。こっからまたさっきのコミュニケーションを選択する方式出てくんのかな。ちょっと用心して行動したいと思います。行商にいたよ、気だるげな行商に。ここにいたよ。あ、この人じゃない。これさ、行商人で結構自分が今持ってるインビクタスっていう武器とか防具よりもこう強い武器とか防具って今まで出くわしてないんですけど、これなんか鍛冶屋で強化しないといけないのかな。毎度あり。もっと強くするためには。あの黒い服のベアラ、いたよ。見ない顔ね。やばい、目立ってる。あ、くそー、そんな風に言われる。あ、
少女じゃない？あー、左手が石になってる。この人か。お前の主人はどこのドイツだ？一人で散歩させるとは主のしつけがなってねえな。ノースリーチのマダムの使いできた。あんたに教えてほしいことがある。マダムの？なんだい、それならそうと早く言ってくれ。それで何が聞きたいんだ？ここに右目に傷のある兵士が訪ねてこなかったか？ああ、来た来た。小汚い櫛を持ってきて、これよりいいのを売ってくれってさ。なんでも好いた女に送るとか。そういうことだったのか。あの野郎散々値切ってきやがって。一悶着あったからよく覚えてるよ。ま、最後はふっかけてやったがね。あんたから櫛を買った後、そいつはどこへ？確か待ち合わせをしてるとかで近くの遺跡の方へ行ったんじゃなかったかな。助かった。向かってみよう。何？マダムの頼みだ。いいってことよ。すごいね。マダムの力はもうめちゃめちゃ広範囲に俺が協力したってことをさ広がってますね。まあ伝えるかどうかは私次第だね。こっちか？ん？教会の聖職者。そのブローチ。あなたまさか。あなたはマダムの協力者ですね。ベアラーを。この先には小さな教会があるだけです。そうなの？行っても何もありませんよ。行っても何もない？ここに少女がなくしたもの。逆方面か。こっちかな？逆方っぽいです。逆方面っぽいですね。こっちで、こっから出て、どっちだろう。ちょっと待って。少女がなくしたものはあれか。あ、そっかそっか。少女がなくしたもの、さっきのミッションだから、こっから、やっぱ、教会の方に行くで合ってんのかな？こっちに行ってみたいと思います。こっちだね。近づいてる。どういうこと？娼婦の女の子に嫌な予感がする。兵士があれは。あ、なんで？何？魔物を片付けるぞ。トルガルのね、戦闘の時のオートも外してるので、でもね、トルガルにね、指示を出す余裕はないんですよ。だからトルガルこの間自動で戦ってくれてないのかな。トルガルに指示を出すにはこうか。トルガルに指示、攻撃。そっか、アイテムじゃなくて、まあボス戦とかじゃなければ左のアイテムじゃなくてトルガルにしておいて、でトルガルにまあ指示が出せるときに出せるようにしておけばいいか。そういう感じにしよう。オッケー。誰かが血の匂いっていうことは、あ、嘘。男女の死体だ。違うと思いたいが念のため調べてみるか。二人とも魔物に襲われたか。この様子じゃ逃げる間もなかったようだな。あ、この櫛、立ち絵なのか。ああ、多分そうさ。
ヤニックが入れ上げてた娼婦に違いない。そこに転がってる兵士がお前の探してたヤニックだ。まったくバカしやがって。あんたはノースリーチの訓練所で戦った人？どうしてここに？お前が来た後、俺もこいつのことが気になってな、仲間たちと探してたんだ。そうだったんだ。そっちの目的は娼婦の方だったのか？ああ、マダムに頼まれてな。ヤニックはその女にえらく惚れ込んでた。女が大切にしてたくしに、それを送った誰かにひどく嫉妬してたよ。彼女に新しいものを買い与えて自分だけのものにするんだってな。この櫛はマダムが送ったものだというのに。恋人がいると思い込んでたんだろう。それにしてもなんだってこんなところで。タチエネの櫛を盗んで、それを餌に彼女を呼び出す。そこを魔物に狙われたというところか。あいつのことだ。もしかしたら強引に連れ去るつもりだったのかもしれない。ひどいやつじゃないか。何にせよ最悪の結末になっちまったがな。すまない、マダムに迷惑をかけた。ヤニックの死体はこっちで内々に処理する。女の方も後で夜の帳まで届けよう。いいのか？軍の不祥事だ。尻拭いぐらいするさ。そういうことはさっきムーアの村でマダムを見かけた。お前を追ってきたのかもしれん。彼女によろしく伝えておいてくれ。もうなんかマダムに気に入られたいのか、この兵士は仲間思いなのか、仕事をきちんとする、もうちゃんと真面目な男なのかよくわからんくなってきましたね。でも名前がさ、さっきさこうベアラーのくせに俺らに話しかけやがって、しかもお前みたいなやつがマダムの傭兵だとって、この野郎勝負しろ俺とって言ってたなんか小学生みたいな少年みたいな彼はもうどこにもいなかったね。名前もさ冷静な兵士になってたし、まあ真面目な人ってことなんでしょうね。あ、マダムいた。マダムがいたらこの村でも安心だわ。無事のようね、クライブ。さっきうちの店にシドとお嬢さんが来たの。来たか、よかった。この先の教会に来るようあなたに伝えてくれって。わざわざそれを言いに。ありがとう。ありがとう、イサベル。それでタチエネのことなんだが、あの子のこと何か分かったのね。マダムも多分ね、自分のところで働いてる女の子のことをこう娘のように。そうだったの。してたんでしょうね、きっとね。娼婦と兵士の仲がこじれるなんて本当によくある話よ。ただ二人を知る人の心に傷が残るだけ。この櫛が彼女のそばに落ちていた。マダムが彼女にプレゼントした櫛。いろいろとありがとう、クライブ。彼女の遺体が帰ってきたら一緒に弔っておくわ。撮影ぬちょっと助けられなかったね。なんか遺体の感じからちょっと死後何時間か何日かわかんないけど何日かは経ってる感じがしたね。うん。それじゃあ俺はもう行く。待って、あなたたちはオリフレムへ行くのでしょ、はい、うちの乗客から妙な噂を聞いたの。何でもザンブレクの信仰シルベストルがオリフレムを捨てようとしてるんじゃないかって。どういうことだ？ザンブレクとウォールードはたびたび領土争いをしてたけど、戦争してたよね、この間も大陸戦争。これまでとは少し様子が異なるらしくて、用心するに越したことはないわ。気をつけて。わかった。感謝する。
オルベルクって、オリフレムって言ってた。オルベルクじゃなくてオリフレム。オリフレムを捨てるってのは、風の大陸、北東部に位置するザンブレック公国の首都。オルフェシュチ湾を望む半島の一部、ドレイクヘッドの、何って読むんだろう。なんとかに築かれた、信仰の居城であり、元老院の、元老院元老院かなの会合が、元老院じゃないね、多分ね。元老院の会合だから説明、皆さんうすうす気づいてらっしゃるかもしれないですけど、説明をそのわけわからないその用語を知るための説明文なのに、私の説明でさらにわけがわからなくなるという謎が起きておりますね。元老院の会合が行われる、ホワイトウィルム城をはじめ国の重要機関がこの都市に集結してる。オリフレームって言ってたのか、さっきマダムは。オリフレームを捨てると。で、多分あれだよね。それは、マザークリスタルの力がちょっと弱まってきたからなのかな。この、ザンブレックのこの首都が、オリフレームが。オリフレームね。うん。で、あれだよね。さっき、シルベストさんがなんか言ってたのが、もっと、いいマザークリスタルの力がもっと強いところが、その地域があって、そこを取りに行くぞと。でもそこは、各国の間で、そこは絶対に、自分の国のものにしちゃダメな領域だよっていうふうに、そういう条約を結んでるけども関係ないよと。俺らはもう行くんだぜっていうのが、新興シルベストさんの戦略というか考え。ってことだね。ちょっと見えてきた。皆さん、見えてきました。私、物語がいつもの、ゲームと比較すると、物語の、ストーリーがちゃんと頭に入ってる気がする。1年ちょっとぶりの配信ですけれども、今回いい感じ。皆さんからどう見えてるか映ってるかわからないで、そんな変わってねえよっていう感じもあるかもしれないんですけども、いつもよりなんかやりやすい。これって何なんだろう。この FF16 がなんかちょっと難しい要素、いつものFF の戦闘とか難しいその要素をカットして、このストーリーにほんとフォーカスしてるからなのかな。で、あとこれも分かりやすいですよね。このところどころ出てくるこの説明。だっていつもだったらこれちゃんと巻き戻ったり、なんか説明をね見ないと分からないけど、ところどころに出てくるこのところどころっていうか、この即見れる、分からない時に即見れるこの用語の説明も分かりやすいです、とっても。はい。ということで、マダムイザベルさん。今日はね、もうね、途中ね、ちょっとミッションが頭から抜けたのは、この、魅惑のイザベルさんのせいですね。私、すっかりイザベルさんに魅了されてしまって、なんかまだまだ彼女と絡みたい。私の見立てだと多分彼女は38歳ぐらい、37歳、8歳ぐらい、40手前ぐらいなんじゃないかなと思うんですけれども、いい感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。48歳じゃないよ。38歳ぐらいかなと思うんですが、皆さんはいかがでしょうか。皆さんはイザベルは何歳だと思われますでしょうか。ぜひ、コメントで教えていただけたら嬉しいです。はい。ということで、今日ですね、ごめんなさい。多分1回目の配信でちょっと私間違って言っちゃって、今日の配信終わりは3時半から、5時半から4時ぐらいの予定ですって、なんかちょっともう私の周りだけ時空が歪んでんのかっていう、なんかへんてこなことを言っちゃったんですけど、すいません。今日4時ぐらいまでの予定でしたので、ちょっとキリがいいので、この辺で今日は終了にしたいと思います。次回はついに、ベルって誰やねん、ベルって。
イザベルのベルと被ってしまいましたが、ジルと、あとはシドと教会で、この先にね、あるね、教会で落ち合うというところですね。で、落ち合った後に、オリフレムですね。オリフレムに侵入すると。マザークリスタルをぶっ壊すという、何かにちょっと似てる。〇〇をぶっ潰す。〇〇をぶっ潰すっていう、なんかちょっと何かに似てたけど、今思い出しちゃったけど、マザークリスタルをぶっ壊す、ぶっ潰すという、すごい大仕事が待っております。はい。でも本当今日ね、誓った、ベアラーたち、この世界には自分が知らなかった。自分はやっぱり、すごくいいお父さんのもとですごくいい国のもとで育ったんだなと。でも外に出て歩き回っては分かった。やっぱベアラーたちはひどい扱いを受けてて、で普通の人たちにもそれを分かってもらわなきゃいけない。普通の人たちもね、別に悪いわけじゃなくて、それが当たり前の世界としてもういるからみんな麻痺しちゃってるけど、ベアラーはただ魔法を使える人としてただ生まれただけなんだよ。だからこの世界をやっぱ変えないといけない。その第一歩がね、マザークリスタルをぶっ壊すっていうことです。はい。皆さんもぜひこの後も一緒に旅を続けていきましょう。よろしくお願いします。はい。ということで今日はこれにて終了にしたいと思います。皆さん今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様。次回はイザベルに年を聞いてください。イザベルの年わかるのかな。なんかさ、キャラクターの説明に年書いててくれればいいのに、なんかこうね、クライブだけは28歳っていうことは分かっております。28歳って出てないけどね、なんかそういう説明が会話の中でね、28歳なのかなっていうのは分かったけど、でジルは多分ちょっと下でしょ、ジルは。でね、あと私がジョシュアね、ジョシュアね、ちょっと気になることを言っていいですか。ジョシュアって実は、もしかして生きてる？いや、生きてるはずないんだと思うんだけど、でもね、視聴者さんめっちゃ噛んでますけど、視聴者さんが、チャットでね、言ってた、ジョシュア死んでんのに、このクライブが、フェニックスの祝福をね、まだ受け続けてるのも、なんでって疑問だし、でもね、過去、クライブがこの手でやっぱりやったのかっていうね、過去に遡って闇のね、その時の自分と戦うシーンもあって、その時確かにジョシュアの首をね、フェニックスの首を取ってしまってたわけだし、なんかね、ちょっとどっかでジョシュア生きてるんじゃないかって、そう思った要因のもう一つが、ローブの男マルガラス君がジョシュアに似てるなってすごい思ってて、あんなに似せに来てるってことは、これはなんか読みですけど、あんなにこのゲームを作った人がね、ジョシュアに似せる顔でマルガラス君を描いてるってことは、なんかジョシュアに関係してんじゃないかっていうね、ちょっとね、引っかかるっていう。あとはちょっと待って、ジルは23歳なんですか。28歳、5つも違うんだ。まあいい差かもしれない。カップルとしていい年の差かもしれない。ぜひジルとクライブにはこうお互いのね、根底に心の根底に眠るその互いを愛する気持ち、それは兄弟として育ったっていう関係性じゃなくてね、人として異性としてついてるという、きっとね、そういう気持ちがなんかこれからもっともっと生まれてきそうな気がするので、はい、ということで、皆さんぜひ、マダムイサベルさんが、何歳かコメントで、皆さんの予想を教えてください。はい、それでは今日も応援いただいてありがとうございました。また次回もお付き合いください。よろしくお願いします。あとね、ごめんなさい。もう一個言わせてください。あとね、本当皆様のおかげで、あと、3名の方で、なんと、チャンネル登録者様1000人に行きます。本当に皆さんのおかげです。
もし見てくださってる方でまだチャンネル登録してないよっていう方がいたら残り3名になってみませんか？はい、ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。お疲れ様でした皆さん。またね。次回お楽しみに。バイバーイ。